皆さんこんにちは。はい、今日はですね、約3ヶ月ぶりのポッドキャストになります。よろしくお願いします。はい、ご無沙汰しておりますが、皆さんお元気にお過ごしでしたでしょうか。はい、今回はですね、画像にもあります通り、介護のね、お仕事について、日本の介護のお仕事についてお話ししようと思います。はい、で日本はね、もうご存知の通り高齢の方がとても多くて、一方で介護をねする方が少ないので、慢性的に人手不足っていう課題を抱えています。で2040年には約272万人の介護職員の方が必要というね試算が出ていて、今から比較すると57万人も不足するっていうことみたいです。はい、もうね大変深刻な状況になっています。はい、でそんな中でなぜこの介護のお仕事かと言いますと、実は私旧ヘルパー2級の資格を持っていまして、でさらに、12、3年前なんですけど有料老人ホームで働いてたことがあります。はい、でなぜかと言いますと、その時から今後ね介護職員がもっともっと必要になるっていうことで、これはもうね人事ではないなっていうことで実際に資格を取って働かせていただくことにしました。はい、で今ですね外国人の方の介護士の方も増えてきてるっていうことで、もしかしたらこのポッドキャストを聞かれている方も日本でのね介護のお仕事に興味がある方がもしかしていらっしゃるかもしれないので、少しお話しさせていただいて参考になれば嬉しいです。はい、で私が働いてたところは有料老人ホームなんですけど、もちろんちょっと入居者様のね個人情報は一切ちょっと触れることはできませんが、お話しできる範囲でお話ししたいと思います。でまず介護のお仕事っていうのはね、皆さん、イメージ何されるかなと思うんですけど、例えば、身体介助ですよね。入浴介助、お風呂に入るのにを手伝ったり、はい、あとはお食事の介助、一人でね食事が食べられない方とかそういう方の介助をしたり、あと服薬介助とかね、身体的な介助をイメージされる方が多いかなと思うんです。あとは自身のね腰を痛めないようにそれも技術が必要なんですけども、そういう体力きついかなっていうイメージが多いと思うんですね。でそれもその通りなんですが、一番何が大事だったかなって今振り返りますと、一番ね大事だったのはコミュニケーション能力だと思います。はい、でなんでかっていうと私が言った一言で相手がどう受け止めるかっていうのは千差万別じゃないですか。それはご病気の方とかね高齢の方関係なくなんですけど、なので、私は気にかけて大丈夫ですかとかね、こちらの左足大丈夫ですかとかって言ったつもりでも、相手の方はねそれをなんか自分のできないところを指摘されてるみたいな風に思ったりとかっていうね、決して私が悪気があって言ったことでなくても、それがねあんまりいいように取られないということもありますし、でそれがもしね日本人でもそういう感じなので、外国の方がもし介護のお仕事をされるってなると、さらにそのコミュニケーション能力がね必要になってくるんじゃないかなと思います。なので日本語能力っていうのはもうマストだと思うんですけども、でただですね入居者様の中には外国語ができる方もねいらっしゃるんですよ。昔英語を習っていたとか、だから英語で話しかけると英語で答えが返ってきたりっていうこともありました。はい、なので、これからね、外国の人の方が介護士になられた時に、もちろん日本語のね勉強はするのはもちろんなんですけども、たまにはその方の出身のね母語で外国語でコミュニケーションを図るっていうのもなんかお互いになんでしょう、リスペクトし合うみたいなね、そういう感じがしてねいいんじゃないかなと思います。でレクリエーションっていうのがあって、体操したりとか歌を歌ったりとかなんか折り紙折ったりとかあるんですけど、ただですね本当高齢の方でも何でしょうか、非常にその外国語が堪能な方もね結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。なので
たまにはですよ、これはちょっと私の勝手なアイディアですけど、外国語レクリエーションみたいな感じでやっていかれると、なんかお互いにこう距離がね縮まって楽しいんじゃないかなと思います。はい、たまにねちょっと折り紙だとちょっとつまんないなとかっていう方もねいらっしゃいましたので、はい、なのでこの間ショート動画で外国語レクっていうことでノートでですねでやらせていただいたんですけど、それはそういうちょっと思いがあってやってみました。はい、ということで日本のね介護のお仕事やろうかなって思ってる方、まずは私は日本語の基礎が必要だと思いますので、頑張って挑戦してみてください。はい、それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。